皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュースでは戦争が日常化することによって大きな出来事しかなかなか取り上げられないようになっています。しかし戦争とそれに付随する様々な情報は様々ありますから、ぜひともこのチャンネルで情報更新をしていってください。それでは今回取り上げる主なウクライナ情勢関連のニュースはこちらです。1、ロシア国内でテロ事件が発生しています。反戦活動の抑え込みに偏重した反動で、テロ活動の防止活動はかなり手薄になっているようです。2、ロシア軍の弾薬庫が爆発。ウクライナ軍の遠距離攻撃が各地で続いています。3、ロシアの凍結資産からのウクライナ支援。第1弾は2400億円。年内に1500億円の追加が発表されています。まず、ロシア国内で起きたテロ事件について見ていきましょう。ロシア南部襲撃。警官や司祭ら死者20人に。IS ホラサン州が犯行声明。ロシア南部のダゲスタン共和国の2つの都市で武装勢力がロシア正教の教会などを襲撃した。ロシア通信などによると、警察官やロシア正教会の司祭ら計20人が死亡した。ロシア連邦捜査委員会はテロ事件とみて捜査している。左が今回テロ事件が起きたダゲスタン共和国の位置です。地図には映ってはいませんが、黒海に面したクリミア半島などが西方にあります。この位置関係、そしてウクライナも今回の事件とは無関係ではありません。ダゲスタンの中心都市マハチカラと南部デルペントでほぼ同じ時間帯にロシア正教の教会やシナゴーグ、ユダヤ教礼拝所、警察署が襲われた。ロシア連邦捜査委員会によると、両都市で銃撃戦となり、治安当局は実行犯計5人を殺害した。ダゲスタン首長は6人を殺害したと発表していた。タス通信などによると、実行犯にはダゲスタン中部セルゴカラの地区長の息子ら親族3人が含まれ、地区長は当局に拘束された。ダゲスタンはイスラム教徒が多数を占め、パレスチナ自治区ガザ情勢をめぐり、宗教間の緊張が高まっていた。ウクライナ侵略でロシア軍に多数が動員され、ロシア政府との関係が深いロシア正教会への不満が強まっているとの指摘もある。独立系メディア、バージヌイエ・イストリーによると、イスラム過激派組織、イスラム国、IS とつながるIS ホラサン州が犯行を主張する声明を出した。IS ホラサン州は3月、モスクワ郊外のコンサートホールで140人以上が死亡した銃乱射テロでも犯行声明を出している。今回、イスラム教過激派組織である IS 系の組織が犯行声明を出していますが、本当にこの組織が後ろで手を引いているかどうかについては定かではありません。しかし、そのように思わせるような状況が今のところは存在します。今回、テロ事件が起きて攻撃されたユダヤ教の礼拝所や、もしくはロシア正教会の教会については、それぞれ IS とは敵対関係にありますから、IS が犯行声明を出したというのとは一応整合性は取れるのです。また、彼らにはロシア国内でテロ事件を起こすだけの動機があります。例えば、この記事の中で出てきたモスクワコンサートホール攻撃に関しては、IS が犯行声明を出しています。実際にどのように手引きをしたか、その詳細についても IS 系の組織が資料などを公開し、我々こそが作戦の計画を立て、実行へと至る様々なことを準備し実施したんだといった話なども、これもまた自分たちの力を誇示するために大々的に宣伝しました。ところがロシア当局はそうした IS 系の組織の犯行声明、そしてその後のどのように準備し実施したかについての話を全て無視する形で、事件はウクライナ政府が裏で手を引き、ロシア人に対する無差別攻撃を行ったのだというウクライナ主犯説といったものを流しました。これはロシア国内においてはイスラム教徒もそれなりの数います。彼ら全員がロシア人にとって敵だとすると国内の治安上非常にまずいこととなり、一方においては今、プーチン大統領が言う特別軍事作戦に基づく戦いが続いているウクライナのせいにすれば、その方が収まりが良いというような事情がありました。結果的に自分たちの犯行にもかかわらず、全て無視される形になった IS 系の組織としては、さらなる攻撃を加えるといったことをわざわざ犯行声明に付け加えていました。いわば、プーチン大統領が今回のテロ事件を招いた可能性もあるわけです。また、この土地の事情といったものもテロが発生しやすい温床となっています。
ロシア軍によるウクライナ侵略に伴って多くの人々が軍へと参加しているわけですが、そこには地域間格差によってモスクワやサンクトペテルブルクのような都市住民の場合だと所得も高いし、自分たちの生活が保障される上に軍に連れて行かれる人も極端に少ないといった現象がすでに明らかになっています。さらには、そうした都市住民がロシア軍に加わる際には、危険度が低い任務に割り当てられることが多く、死傷率も極端に低いことが報告されています。一方でロシアは連邦国家であり、そして連邦国家の中には予算の配分が少なく、非常に貧困にあえいでいる地域や住民たちがたくさんいます。そうした人々に対して現在の戦争においては、高い給料をもとにして積極的に軍への勧誘といったものが進められています。それゆえに現在同じロシア軍にもかかわらず地域間によって極端に死傷率が違うといったことも報告されているのです。今回テロ事件が発生したダゲスタン、そしてイスラム教徒というこの2つのカテゴリーに重なる人々は、そうした死傷率が極端に高い人々だと言われています。それだけに現在のプーチン政権に対する不満は高いと見られています。そしてこうしたロシア国内の事情だけではなく、他の国の情勢、現在イスラエル軍がガザ地区に侵攻し、戦闘が続いていることに対する反発もイスラム教徒たちの怒りの原因の一つともなっています。イスラエルはユダヤ教もしくはキリスト教の国、ガザ地区にいるパレスチナの多くの人たちはイスラム教徒ですから、シー派やスンニ派といったそうした宗派的な違いといったものを乗り越える形で反発といったものは存在するのです。そして現在のプーチン大統領はロシア国内の反戦運動については積極的にこれを抑え込みにかかっているわけですが、その分だけロシア国内のテロ活動の取り締まりに関しては以前よりも緩んでいるとさえ言われています。事件が発生した直後においては取り締まりが強化はされるでしょうが、長期的に見た場合においてはまだまだロシア国内におけるテロ事件は続く可能性があります。続いてウクライナ軍の遠距離攻撃、各地において実施されています。まず北部ハルキウ戦線におけるロシア軍の弾薬庫に対する遠距離攻撃、こちらは大型の突撃ドローンが用いられたとされています。現在のところ報告されているのは、弾薬3000発程度が収められていたであろう弾薬庫が爆発炎上し、それに伴って2日間爆発やそれに伴う炎症などが続いているそうです。また映像などがまだ入ってはいないのですが、列車による砲弾輸送についてもドローンが攻撃を行い、大きな爆発事故が発生したとも報じられています。続いて南部クリミア半島にあるロシア軍の軍施設などへの攻撃。クリミア半島中部にある宇宙追跡通信センターのアンテナ群に対する攻撃が行われたそうです。この攻撃においては大型のアンテナ群などが攻撃対象となりました。この施設の使用目的としては、大陸間弾道ミサイルなどの宇宙の飛来物に対する警戒などをしていたとされています。一方において、いやいやこれはあくまでも科学研究目的だとする話などもあります。軍専用なのか、それとも科学目的で使用されていたのかについては半々だったかもしれませんが、どのみち軍への活用がされていたのであれば、攻撃施設としては免れることはできなかったでしょう。そして、こうした軍施設への攻撃を迎撃できていないのが今のクリミア半島の現状です。これには近隣の防空部隊の S400、S300 対空ミサイル群について事前にある程度撃破できていることが大きいと見られます。そしてクリミア半島の南端にあるセバストポリ、この周辺に対する攻撃も行われたのですが、ロシア側からは海水浴国などにも被害が出る民間人攻撃だとしてウクライナに反発する声も出ています。しかし、ロシア軍の軍施設やもしくは軍の装備品などが海水浴場の間近に設置されており、こうした場所に配置することでウクライナ軍の攻撃を回避もしくは攻撃されたらウクライナを批判しようという意図があったとみられます。こちらの写真は赤印で示していたところに軍の装備品があり、そしてその下の海には海水浴で楽しんでいる人たちがいます。現在クリミア半島に住む人たちはここが戦場だというような認識が非常に薄いと言われています。最後にロシアの凍結資産からのウクライナ支援、具体的な年内の支援予算が発表されたので、これを最後に解説して今回の動画の締めとしましょう。ロシアの凍結資産は最大で45兆円程度と言われています。そして
それらのお金を今はロシア側からはどのような操作も受け付けないようにしています。この凍結資産の活用については、先頃行われた G7 の場においても活用が決定し、これからのウクライナ支援に利用されます。ただし、その方法については少々説明が必要でしょう。ロシアの凍結資産はもともとはロシアの中央銀行が持っていた外貨準備高のお金がほとんどです。現金もあれば、それぞれ各国における国債などや社債、様々な金融商品を含んでいるものです。ですから、それらについては時間が経てば、そのお金が生み出す利子や配当収入などがあります。このお金で生まれてくるお金は年間で5000億円から最大8000億円程度と言われています。この時間さえ経てば生まれてくるお金を課税 100% にすることで全て吸い上げて、このお金をウクライナ支援の軍資金とするわけです。ただし、これまで考えられていたのは、出てきたお金を使ってウクライナ支援を行うといったものだったわけですが、G7 で各国の話し合いによって決まったのは、そのお金といったものを返済能力として見立てて融資を行うという形です。例えば、年間5000億円の返済能力があるのであれば、10年間で返せるお金は5兆円となります。返済期間を10年、30年、40年と見るのか、そして利率はどのくらいにするのかという考え方をすれば、融資額というのはある程度見積もることができるわけです。しかしこれにはあくまでも各国の話し合いに基づいた結果として、融資するならするでどれだけの額を積み立てるかといった話へとつながってくるわけで、実質的にはまだまだ各国の話し合いのすり合わせが必要だとされています。ですから、そうした融資そのものを実施する前に、すでに生まれてくるお金があるんだから、このお金をまずはウクライナ支援に使おうという話が出ています。EU の外相にあたるボレル氏によると、凍結資産の活用によるウクライナ支援第1弾としては2400億円を支援策に充てるとしています。この支援の内容なのですが、2400億円をそのままウクライナに渡すのではなく、EU 側でウクライナ支援策をいくつか立てて、その実施予算として割り当てるものです。ウクライナにお金をそのものを渡すのではなく、ウクライナに何らかのサービスやもしくは物品として最終的には渡すものであり、お金そのものを渡すのではありません。このあたり日本国内においてはちょっと勘違いしている人がいて、ウクライナに支援するイコールウクライナに現金を渡して、それに伴ってウクライナの汚職などによってあっという間にお金がどこかに無産してしまうと勘違いしている人がいます。例えば EU で予定されているウクライナ兵の国外訓練などにも予算が必要ですし、ウクライナに引き渡すための砲弾調達などについても予算が必要です。何かをするときにはその予算の裏付けといったものが必要で、その予算の裏付けをするときにロシアの凍結資産が生み出すお金が活用されるというわけです。そして G7 のウクライナ支援融資も実施まではまだ時間がかかるであろうことから、年内に2500億円が追加の予算として割り当てられるだろうとボレル氏は述べていました。ロシアの凍結資産活用はロシアにだけ痛い話であり、EU やその他ウクライナ支援を行うどの国にとっても懐の痛まない話です。だからこそこの話はもっと前から進んでいってほしかったのですが、それについては愚痴を言っても仕方ないので、とにかく話が前進しているので、この活用をどんどんと促進してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して他の方にもお勧めしてください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックをぜひとも習慣づけしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。